皆さん、こんにちは。陽介です。今回は日本の伝統スポーツ、相撲についてお話ししていきます。相撲といえば、日本の国技として世界中で知られていますが、その魅力や力士たちの生活については、まだまだ知られていないことがたくさんあります。今日は相撲の基本的なルールや力士たちの個性、さらに彼らの日常生活など、相撲の魅力についてお話ししていきます。最後まで聞くと、より一層相撲が面白くなりますよ。それでは始めていきましょう。まずは相撲がどんなスポーツか、基本的なところからお話ししましょう。相撲は2人の力士が土俵と呼ばれる丸いリングの中で戦う競技です。勝負の決め方は簡単で、相手の体が土俵の外につくか、相手の足の裏以外が土俵の上や土俵の外に触れたら勝利です。このシンプルなルールの中に、実はとても深い戦略と技術が詰まっているんです。相撲の起源は日本の神道の儀式にあります。相撲はもともと神様に力を捧げるための神聖な行事でした。そのため、試合の前には土俵へ塩まきや四股といった動作が行われます。四股とは相撲の基本的な動作の一つで、力士が土俵の上で行う足踏みのことです。四股を踏むときは、片足を高く上げ、力強く地面に踏みつけるようにします。これらもすべて土俵を清めたり、悪霊を払うという意味が込められています。だからこそ、相撲は他のスポーツとは違う神聖な雰囲気を持っているんです。相撲には年に6回、決まった時期に本場所と呼ばれる公式戦があり、それぞれが全国の主要な都市で開催されます。具体的には以下のスケジュールで本場所が行われます。1月は初場所と呼ばれ、東京の両国国技館で開催されます。3月は春場所と呼ばれ、大阪で開催されます。5月は夏場所と呼ばれ、再び東京の両国国技館で行われます。夏というには少し時期が早い気がしますけどね。7月は名古屋場所といい、名古屋での開催です。9月は秋場所、再び東京での開催です。11月の九州場所は福岡で行われ、その年の締めくくりとなります。このように奇数月に相撲は日本の主要都市を巡りながら開催され、各地で大勢のファンに親しまれています。相撲の魅力を生で感じられる絶好の機会ですし、各地の会場ごとに異なる雰囲気も楽しめます。次の本場所がどこで行われるのかをチェックして、旅行の計画と合わせるのも
楽しいかもしれませんね。さて、相撲の大きな魅力は力士たちの多様な個性です。力士たちにはそれぞれの体格や体重に応じた様々な戦い方があります。大きくて力強い力士もいれば、小柄で素早い力士もいます。例えば、体重が200キロを超える大きな力士たちは、その体重を生かして、寄り切りや押し出しといったパワー系の技を得意としています。一方、体重が軽く小柄な力士たちは、足取りや引き技を使って相手の隙を突くのが得意です。相撲では体重に制限がないため、100キロ台の力士が200キロを超える大柄な力士に挑むこともよくあります。こうした体格差がある中での戦いが相撲の面白さの一つなんです。例えば、伝説の力士、千代の富士は、体重はそれほど重くなかったものの、その俊敏さと鍛え抜かれた筋肉で多くの力士に打ち勝ち、横綱まで上り詰めました。私は写真でしか見たことないですが、鍛え抜かれた千代の富士の体はただただかっこいいです。このように相撲はただ大きいものが勝つスポーツではなく、技術と戦略、そして精神力が大きな役割を果たしています。次に、力士たちの日常生活についてお話ししましょう。力士たちは相撲部屋と呼ばれる共同生活をする場所で毎日を過ごしています。ここでは力士たちが一緒に生活し、稽古を重ね、相撲の技術と精神を磨いていくんです。相撲部屋での一日は早朝から始まります。朝5時や6時に起床し、すぐに稽古と呼ばれるトレーニングがスタートします。この稽古は非常に厳しく、特に若い力士たちは体力的にも精神的にも大変な訓練をこなさなければなりません。基本的な四股やすり足、そして相手とのぶつかり稽古など多様な練習が行われます。稽古の後には力士たちが自分たちで作るちゃんこ鍋を囲んで食事をします。ちゃんこ鍋は力士たちの体を作るための特別な料理で、肉や魚、野菜がたっぷり入った栄養満点の一品です。力士たちはこのちゃんこ鍋を大量に食べることで筋肉をつけ、体力を維持しています。ちゃんこを食べた後は昼寝をして朝稽古の疲れを癒しつつ体を大きくします。特に若手力士は先輩力士の世話をしたり、親方の家族のために働いたりと、厳しい生活の中で相撲の技術や礼儀を学んでいきます。これらの生活のすべてが力士たちの成長につながっているんですね。東京などでは
相撲稽古見学ツアーができるところもあるみたいですので、興味のある方は探してみてください。次に、力士たちの食生活についてもう少し詳しく見てみましょう。力士たちの食事の中心にあるのがちゃんこ鍋です。ちゃんこ鍋は力士たちが体を大きくし、エネルギーを補給するための特別な料理です。具材には鶏肉、豚肉、魚介類、たっぷりの野菜などが使われ、栄養バランスが非常に良い料理です。力士たちはこのちゃんこ鍋を一度に大量に食べます。特に稽古の後には体力を回復させるために多くのちゃんこ鍋を食べるのが日課です。また、力士たちは昼寝も重要視します。体を大きくするためには十分な休息が必要で、昼食後の昼寝は体の成長を助ける大切な時間です。ちゃんこ鍋はただの栄養源以上の意味を持っています。力士たちが自ら調理することも多く、若手力士は先輩力士のためにちゃんこを作ることで、料理の技術だけでなく、礼儀や忍耐力も学んでいます。力士たちの間でちゃんこを作るのも修行の一部と言われるのはそのためです。力士たちにとってとても重要なもの、それが番付です。番付は力士たちの実力を示すランキングで、年に6回行われる大相撲の本場所の前に発表されます。番付は本場所での力士の成績によって変動します。番付の最上位には横綱という地位があります。横綱になるためには、ただ強いだけでなく、品格や礼儀、精神力も求められます。横綱は一度なったら番付が変わることはありませんが、強い存在であり続ける必要があります。その次に大関という地位があります。大関は横綱に次ぐ地位で、非常に強い力士が務めます。大関は2場所連続で負け越す。つまり15戦戦って8敗以上すると番付を格下げされます。さらにその下には関脇や小結、前頭が続きます。番付の順位によって力士たちの戦い方や取り組みの相手も決まるため、力士たちは少しでも上位を目指して日々努力を重ねています。相撲を楽しむなら、ぜひ現場で観戦してみてください。国技館などの会場では、土俵のすぐ近くで取り組みを見ることができます。力士たちのぶつかり合う音や息遣い、塩をまくときの緊張感など、現場でしか味わえない迫力があります。また、力士たちの土俵入りなど、伝統的な儀式も間近で見ることができ、相撲の文化的な背景も感じ取ることができます。
力士たちの個性や戦略を知ることで、観戦の楽しさが倍増すること間違いなしです。今日は日本の伝統スポーツ、相撲について、その基本的なルールから力士たちの個性、そして彼らの厳しい日常生活や食事までお話ししました。この動画は24年の9月に撮っており、ちょうど秋場所が開催中です。テレビでも見られるので、ぜひ見てみてください。私は小さな体で戦い、たまにすごい技を出す、宇良という力士が好きで注目してます。概要欄に動画も貼っておくので、ぜひ見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。いかがでしたか？このチャンネルでは日本語を学びつつ、日本の常識や文化、日常を紹介しています。まだチャンネル登録や通知設定をしていない方は、見逃しをしないようチャンネル登録と通知の設定をしておきましょう。ここからもう一度振り仮名なしで聞いてみましょう。皆さん、こんにちは。陽介です。今回は日本の伝統スポーツ、相撲についてお話ししていきます。相撲といえば、日本の国技として世界中で知られていますが、その魅力や力士たちの生活については、まだまだ知られていないことがたくさんあります。今日は相撲の基本的なルールや力士たちの個性、さらに彼らの日常生活など、相撲の魅力についてお話ししていきます。最後まで聞くと、より一層相撲が面白くなりますよ。それでは始めていきましょう。まずは相撲がどんなスポーツか基本的なところからお話ししましょう。相撲は2人の力士が土俵と呼ばれる丸いリングの中で戦う競技です。勝負の決め方は簡単で、相手の体が土俵の外につくか、相手の足の裏以外が土俵の上や土俵の外に触れたら勝利です。このシンプルなルールの中に、実はとても深い戦略と技術が詰まっているんです。相撲の起源は日本の神道の儀式にあります。相撲はもともと神様に力を捧げるための神聖な行事でした。そのため、試合の前には土俵へ塩まきや四股といった動作が行われます。四股とは相撲の基本的な動作の一つで、力士が土俵の上で行う足踏みのことです。四股を踏むときは、片足を高く上げ、力強く地面に踏みつけるようにします。これらもすべて土俵を清めたり、悪霊を払うという意味が込められています。だからこそ、相撲は他のスポーツとは違う神聖な雰囲気を持っているんです。相撲には年に6回、決まった時期に本場所と呼ばれる公式戦があり、それぞれが全国の主要な都市で開催されます。具体的には、
以下のスケジュールで本場所が行われます。1月は初場所と呼ばれ、東京の両国国技館で開催されます。3月は春場所と呼ばれ、大阪で開催されます。5月は夏場所と呼ばれ、再び東京の両国国技館で行われます。夏というには少し時期が早い気がしますけどね。7月は名古屋場所といい、名古屋での開催です。9月は秋場所、再び東京での開催です。11月の九州場所は福岡で行われ、その年の締めくくりとなります。このように奇数月に相撲は日本の主要都市を巡りながら開催され、各地で大勢のファンに親しまれています。相撲の魅力を生で感じられる絶好の機会ですし、各地の会場ごとに異なる雰囲気も楽しめます。次の本場所がどこで行われるのかをチェックして、旅行の計画と合わせるのも楽しいかもしれませんね。さて、相撲の大きな魅力は、力士たちの多様な個性です。力士たちには、それぞれの体格や体重に応じた様々な戦い方があります。大きくて力強い力士もいれば、小柄で素早い力士もいます。例えば、体重が200キロを超える大きな力士たちは、その体重を生かして、寄り切りや押し出しといったパワー系の技を得意としています。一方、体重が軽く小柄な力士たちは、足取りや引き技を使って相手の隙を突くのが得意です。相撲では体重に制限がないため、100キロ台の力士が200キロを超える大柄な力士に挑むこともよくあります。こうした体格差がある中での戦いが相撲の面白さの一つなんです。例えば、伝説の力士、千代の富士は、体重はそれほど重くなかったものの、その俊敏さと鍛え抜かれた筋肉で多くの力士に打ち勝ち、横綱まで上り詰めました。私は写真でしか見たことないですが、鍛え抜かれた千代の富士の体はただただかっこいいです。このように相撲はただ大きいものが勝つスポーツではなく、技術と戦略、そして精神力が大きな役割を果たしています。次に力士たちの日常生活についてお話ししましょう。力士たちは相撲部屋と呼ばれる共同生活をする場所で毎日を過ごしています。ここでは力士たちが一緒に生活し、稽古を重ね、相撲の技術と精神を磨いていくんです。相撲部屋での一日は早朝から始まります。朝5時や6時に起床し、すぐに稽古と呼ばれるトレーニングがスタートします。この稽古は非常に厳しく、特に若い力士たちは体力的にも
精神的にも大変な訓練をこなさなければなりません。基本的な四股やすり足、そして相手とのぶつかり稽古など多様な練習が行われます。稽古の後には力士たちが自分たちで作るちゃんこ鍋を囲んで食事をします。ちゃんこ鍋は力士たちの体を作るための特別な料理で、肉や魚、野菜がたっぷり入った栄養満点の一品です。力士たちはこのちゃんこ鍋を大量に食べることで筋肉をつけ、体力を維持しています。ちゃんこを食べた後は昼寝をして朝稽古の疲れを癒しつつ体を大きくします。特に若手力士は先輩力士の世話をしたり、親方の家族のために働いたりと、厳しい生活の中で相撲の技術や礼儀を学んでいきます。これらの生活のすべてが力士たちの成長につながっているんですね。東京などでは相撲稽古見学ツアーができるところもあるみたいですので、興味のある方は探してみてください。次に、力士たちの食生活についてもう少し詳しく見てみましょう。力士たちの食事の中心にあるのがちゃんこ鍋です。ちゃんこ鍋は力士たちが体を大きくし、エネルギーを補給するための特別な料理です。具材には鶏肉、豚肉、魚介類、たっぷりの野菜などが使われ、栄養バランスが非常に良い料理です。力士たちはこのちゃんこ鍋を一度に大量に食べます。特に稽古の後には体力を回復させるために多くのちゃんこ鍋を食べるのが日課です。また、力士たちは昼寝も重要視します。体を大きくするためには十分な休息が必要で、昼食後の昼寝は体の成長を助ける大切な時間です。ちゃんこ鍋はただの栄養源以上の意味を持っています。力士たちが自ら調理することも多く、若手力士は先輩力士のためにちゃんこを作ることで、料理の技術だけでなく、礼儀や忍耐力も学んでいます。力士たちの間でちゃんこを作るのも修行の一部と言われるのはそのためです。力士たちにとってとても重要なもの、それが番付です。番付は力士たちの実力を示すランキングで、年に6回行われる大相撲の本場所の前に発表されます。番付は本場所での力士の成績によって変動します。番付の最上位には横綱という地位があります。横綱になるためには、ただ強いだけでなく、品格や礼儀、精神力も求められます。横綱は一度なったら番付が変わることはありませんが、強い存在であり続ける必要があります。その次に大関
という地位があります。大関は横綱に次ぐ地位で、非常に強い力士が務めます。大関は2場所連続で負け越す。つまり15戦戦って8敗以上すると番付を格下げされます。さらにその下には関脇や小結、前頭が続きます。番付の順位によって力士たちの戦い方や取り組みの相手も決まるため、力士たちは少しでも上位を目指して日々努力を重ねています。相撲を楽しむなら、ぜひ現場で観戦してみてください。国技館などの会場では、土俵のすぐ近くで取り組みを見ることができます。力士たちのぶつかり合う音や息遣い、塩をまくときの緊張感など、現場でしか味わえない迫力があります。また、力士たちの土俵入りなど、伝統的な儀式も間近で見ることができ、相撲の文化的な背景も感じ取ることができます。力士たちの個性や戦略を知ることで、観戦の楽しさが倍増すること間違いなしです。今日は日本の伝統スポーツ、相撲について、その基本的なルールから力士たちの個性、そして彼らの厳しい日常生活や食事までお話ししました。この動画は24年の9月に撮っており、ちょうど秋場所が開催中です。テレビでも見られるので、ぜひ見てみてください。私は小さな体で戦い、たまにすごい技を出す、宇良という力士が好きで注目してます。概要欄に動画も貼っておくので、ぜひ見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。